暗黒の破壊神闇のラジオ編。バスタードは暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシュナイダー役の谷山紀章です。さあ、8月31日早いもんでね、夏休みがもう終わろうとしております。でも夏はまだ終わりませんが、この番組、2本撮りの2本目なんですけれども、すいません、先週っていうか先々週か言えばよかったんですけれどもね、来ていつものように、このマイク前に、座り、さあやろうか台本見た時にその台本の横にねダメだ落ちてたんで、本当にねテンションがだだ下がりだったんですけれども、明らかに形状は陰の方の毛じゃないかなっていうね、影を落としてましたよ。すごく非常に存在感を示してて、僕はどうしようか困ってたんだけど、言いましたね、勇気を出して、落ちとるぞと、スタッフと、誰のだっつってね。今思うと僕のだったかもしれないなと思って、やっぱいたずらにね、責任をスタッフのせいにしてね、感情を高ぶらせるのは良くないなと思う。この夏の終わり、ちょっと大人になったかな、47になってバカじゃねえの俺さあ、この番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組。バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はすべて小文字、ハッシュタグバスタードアンダーバーラジオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。さあ、先ほども言いましたが8月31日、毎年ね、そうだよね、地域によって違うのかな。うちは山口県だったけど、やっぱり8月31日をもって夏休み終了、翌日から2学期っていうね、割とそういうことでした。宿題は覚えがないな。やっぱご多分に漏れずというか、どうなんでしょう、僕はやんなかったね、宿題。みんな大人たちはさ、もう早いうちに7月中に、7月の大体20日から夏休み入ってたな。で7月中に終わらせて8月、お盆に向けてもうたくさん遊びなさいって言われてたけど、今思うとそれやりゃよかったなと。でも一切やんなかったな。学はないし勉強も好きじゃなかったから、赤点9個取ったことあるしねバカだねよくダブんなかったなと思うんだけど、でもなんか得意ではなかったですね。でも夏休みはやっぱ好きだったし楽しかったなって思い出があります。どうなんでしょうね。ここに来て夏休みの思い出を皆様に募集したとてってのもあるけども、よかったら、この夏の終わりにこういう夏があったなとか、少年少女を辞めた夏みたいなね、いいね、いいキャッチコピーだねね、男子な、わかるな、あれ絶対あいつみたいな、この夏中にみたいなね。はい、皆さんの夏休みの思い出を待ってます。メールでどしどしお送りください。そして先週に引き続きあの方が来てくれています。この後すぐのご登場。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあ、ここからはゲストと一緒にお送りしていきますね。前回に引き続き少女から大人の女性への階段を上ったこのお方でございます。アーセスネイ役の深瀬陽子です。よろしくお願いします。お願いしわーい、いけるねーやめて、引きずらないで、もう忘れてると思ったのに。しかさ気象さん何のオープニングやっぱ言わずに折れんかった。ダメだそんな話すると思わなかった。ダメだって言うなよお前もういいんなんだけど、陽子さん来てくれてるから、陽の方でね、陽の方で行きましょう。すごくこう相殺されていいのかななんてこと陰と陽で陰と陽で陰と陽が今内在しております、このスタジオ。陰陽道をそんなところで使わないでください本当8月31日ですよ、陽子さんそうなんですね。なんか1年で最も憂鬱な1日なんて言われてるそうです。それも納得っていうね。明日が長い夏休みが終わってっていうのを
ね、だって先々週かもう聞いたけど、日笠さんなんて夏大好き女ですから。夏女ですから。夏女ですから。私が小学校の頃の夏はもう毎朝スラムダンクとタッチ見てましたから。あ、その時代か、世代か。そうなんですよ、再放送やったんで。85年、昭和60年最後までやってくれないからもう気になってしょうがなかったけども、夏は終わるんですよそれは。タッチはね10個違うけど世代、俺らの世代でもやってた、夏休みタッチをやるんだけど絶対最終回に届かないんだよな。あれあるあるだよね。てか私最終回知らないですもん。タッチの最終回わかる。アニメ版のね。そうそう、何どうやって終わるの。アニメの最終回俺も見たことないかも。途中はよく知ってんだよ。あと君が過ぎ去りし後にみたいな、だからその劇場版とかさ結構あんのよ。劇場版やってましたっけ。タッチ2とか。そうそうそう、ちゃんと夏はでもタッチのために起きてましたもん。だから10時とかに。わかるわかる。あ、10個違うけど、待って本当に俺ためじゃないよね。ちょっと待って。日笠さん。ためじゃないです。ためじゃないよ。もうピチピチです。もうピチピチですから。ピチピチでもなんならもう。ダメだ。やめようと思ったのに、このネタ、気象さんのせいですからね。岸田さん、マイクを通して話す話じゃないんだよね。ね、ここ本当に全部カットしてね。全部バッサリやってね。夏休みの自由研究だよ。何してたんだよ、陽子さんは。私自由研究本当覚えてないんだよ。なんかたわし作りました。なんか何それ。なんかさ、あれこれなんだっけ、ほらゴーヤじゃなくてさ、ゴーヤじゃなくてひょうたん。あ、はいはいはい、ヘチマ。ヘチマだ。ヘチマ乾かしてたわし作ってませんでした。もうなんか学校単位でやって、学校ぐるみでやって、学校ぐるみでやってましたよね。本当ためじゃないよね。じゃない。大丈夫かしらそれ。ためじゃないって。そう。なんか稲とか育てたりしましたよね。稲。部活は部活だよ。何部？中高はソフトボール部でした。当時だからナイター野球とかめっちゃ見てましたよ。あ、本当？はい。やっぱベイスターズファン？いや、巨人ファンです。あ、そっかそうなんだ。で父と兄がタイガース。なんか横浜っぽくないね。で、中学校の時に初めて友達とソフトボール部の友達と初めてこう多分横浜のあれなんですか、ドーム？ハマスタですかねに行ったら、ハマスタ側のチケットが取れちゃってて、2人とも巨人ファンだったんですけど、横浜側のベイスターズ側の席で一生ミスれみたいな。ヤジが飛んだと。ヤジが飛んでましたね。なるほど。その時代その世代を。ちびっ子たちは怖かったよ。本当に怖かった。でもすごいじゃん。98年だから多分君中1ぐらいだと思うけど、ベイスターズ優勝してんだよね、1回。あ、そうなんですか。そう。岸尾さんってどこファンなんですか？広島カープ。僕山口の出身なんで、お隣のカープをね、ずっと子供の頃から応援してるんですけどね。岸尾さんは野球好きですもんね。だって甲子園も見てますもんね。高校野球、もう今高校野球を見るな。プロ野球も結果だけチェックしたりとか、カープの試合は見られれば見るけど、極力高校野球はもう今や地方予選から見ちゃう始末だからね。そんなに？結構チェック。たぎるし、いいなって。もう世代的にはお父さんよりも上ぐらいかもしれない世代になっちゃってるから。確かに私のお父さんも見てた。だから大好きでした、甲子園。お父さん見ちゃうんだ。やっぱ大人になると球児にその何か熱い青春の気持ちを託しちゃうんだ、勝手におじさんは。で勝手に泣いちゃうんだ、涙腺緩めて。あっつってよかったなって。で熱湯甲子園見て一日が終わるみたいなね。いや本当同じです。お父さんと同じ。お盆絶対家族旅行行ってたんですけど、絶対その旅行先のテレビ、甲子園でしたもん。ああ、もう分かるよパパ。俺もそんなもう世代になっちゃったよ本当ね。さあ、8月の最終日で憂鬱に感じている諸君、現在ネットフリックスで第1話から第13話までが配信されておりますが、早くも9月からは後半第14話から第24話が配信されますね。9月の15日からね、
配信されます。楽しいこといっぱいの9月、ポジティブに生きていこうね、ということでここからはバスタード暗黒の破壊神の話をしていきましょうやっとですよ。ここに来てやっとですよ。予習の意味も込めまして後半の見どころについてトークしていきたいと思います。まずはあれだね、そうネイが呪いにあって、だから前半の最後はそうってこう心臓をね自らえぐり取ったというダークシュナイダーのその明日はどっちだっていうね、ネイを思えばこそですよ。愛情炸裂。まさかですよね。やっぱそこまでやるんだなっていうダークシュナイダーがね、思いが強い。ちゃんとネイのことを愛しているというね、自らの心臓を差し出したダークシュナイダー、そしてネイとアビゲイルの激突。そうなんですよ。もうアビゲイルとなんかもう一生戦ってたなっていう印象です、本当に。なんかこれで死ななければ奴は人間ではないって言いながらすぐさバーってこう蘇ってそうだよね。杉田さん一生杉田さんのターンってなってました。杉田のアビゲイルがまたハマりすぎちゃってるから、ハマり役でした。あいつさ、アビゲイルって前まで骨格がさこう顎が立派じゃない。はい。あれはあれなんですよ、外国のホラー作家のラブクラフトっていう組織、ラブクラフトの肖像画を多分モデルにしてると思うんだけど、から帝都大戦のなんだっけ、映画に出た俳優さんですよね、島田久作さんっていう、あれが絶対モチーフになってるから、顎がしっかりしてんだけど、杉田の発声の方法って骨格を多分意識してんじゃないかなっていうね、アビゲイル。あんまりうまく真似できないけど、鳴らし方をしてるんじゃないかなっていうね。だから杉田の技術、スキルの高さをちょっといつも見ながら感心してるんですけどね。違ったら「いや違いますよ谷山さん」って言われたらもう恥ずかしい、こっぱずかしいんだけど、ひょっとしたらその辺も意識してるんじゃないかな。言われるとなんか、そんな気がしますね。しすぎたならそのぐらいまでやんじゃないかな。で最終的にはダークシュナイダーとアビゲイルの決戦があると。そうなんですよね。叫びのぶつかり合いの杉田の低音、谷山の高音みたいなね。そうですね。とにかくシャウトしてるという、熱いね、激アツ、本当火力高い。本当にでもずっとアビゲイルでした。ドシさんもいましたけど、ドシさんですよね。アビゲイルにたどり着く前にドシさんと戦いましたよね。そうだ、リッチーもいたし、リッチーがいた。だからみんな楽しそうでした。なんか本当に敵役の皆さんはなんか全部間宮さんも杉田さんも全部出せるんですよ。バスタードの男役って敵役もいいもんもダークシュナイダーも、女子もねたまにこう叫ぶシーンとかあるんだろうけど、やっぱ男性キャストの方がある種のカタルシスを感じながら帰宅されていってるよね。いや本当そうですよ、出しましたって、いや楽しかったですみたいななんかやっぱ技名をなんか叫ぶのがみんななんかやっぱ男性陣、羨ましいって言ってなんか言ってるみたいですね。なんかだからバスタードに出たい男性声優さん本当に多いらしくて、いやそうですよ。あれはね全部自分の表現とか表現力みたいなのをそこに置いていけるから、もうあれはね本当やりがいというかマジで達成感があるんですね。ネイ的には結構もうこう本当もう女性の心全開のなんか第2シーズンって感じなので、心の機微みたいな、そこはもうでも本当日笠陽子姉子のなんでしょう、演技力というか、そこをねぜひ聞いてもらいたいなって思うよね。ネイのねダークシュナイダーに対する思いとか揺れる乙女心ってんじゃないかもしれないけど、まあでもちょっとやっぱ乙女心に寄ってるなと思いますね。乙女心ゆれ子な部分をね、見ていただきたい。そうすしゆれ子って9月15日からですよね。9月15日より配信開始となる後半第14話から第24話お楽しみに。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあここからはまったりふつおた、ラジオネームもちもちの破壊神さん。ありがとうございます。気象さん、ひかささん、こんばんは。こんばんは。私は気象さんが主演を務めるという噂を聞きつけ、バスタードを見始めました。私はバスタードという漫画自体どこかで聞いたことのある名前だなと思って見始めたところ、かなり子供の頃父親の部屋で見つけた漫画の名前だったことを思い出し、世代だなと感じました。突然ですが気象さんたちは
最近世代が違うなだと思ったことありますかありましたらぜひ教えてください。ツークールメも楽しみにしています。いやもう世代間なんてのはもういや年齢重ねるごとにね感じるもので、かつて自分たちが若者だった頃に上の世代になんかおっさん俺なんておっさんだからさとか言ってんなおっさんはって思ってだから俺はそのおっさん側に立ったっていうもう自覚はあるんですけど、だからなんか特に自分ら世代の時に流行ったような、はい例えばテレビでの言葉とかそういうのは当たり前に同世代に言うと通じるけど、俺らよりもだから下の世代ね、今はい20代とか Z 世代なんて言い方があるけど、そういう世代の子らに当たり前のように通じると思って、そういうことは言わないようには心がけてるね。むしろ気をつけてるっていうか、偉いですね。なんかまだおっさんがなんか言ってるって思われるのも嫌だし、なんかそっかもうこの世代若いもんで通じないんだっていちいちおっさんが言うのも、それ聞かされる若者もさなんかどうだかなと思うじゃん。それあんたおっさんだもんなってカッコみたいなモノローグで絶対思ってるじゃん。それ言われたとてって絶対思うはず、若者はねと思ってるけど、あとあれだよね、なんかこの間 YouTube で、はい僕朝倉未来さんってほら有名な総合格闘家いらっしゃるの知らない？で YouTube で YouTuber として活躍されてるんだけど、はいその中で未来選手がですね、彼はね92年生まれの今年30歳だから日笠とかのちょっと下なんですよ。僕と17個違うんだけど、そうするとね、そのなんか質問っていうか話題の中にね、ジブリ作品で何が一番好きみたいなよくあるじゃん。ありますねありますね。これこそ世代間出ると思うんだけど、俺なんかもうナウシカ、ラピュタ、ラピュタまあトトロ魔女ぐらいの感じなんだけど、ギリもののけ。みくるくんはもう即答で、いやもうもののけ一択でしょって言ってたわけ。そうなんだ。あ、そうかと。もののけはね97年なんですよ。でそうすると僕なんてもう22歳だから東京出て成人もしてるし、もうダメだでもないわけですから、そうするとね挟まんでいいんですよ経験談をやっぱねナウシカが84年、ラピュタ86年とかになると、俺小学校だった。小学校4年小学校5年6年だったんだよね。そう小学校3年か、84年だとナウシカが。であの頃にでトトロが中1でとかで魔女が中2だったんですよ。で谷山少年の感性で見てたジブリっていうか、その頃見たのが一番なんか思い出に残るんだなって。子供の時のね記憶が一番なんか残りますよね。ちなみにあれ日笠はジブリで言うと何？ラピュタ。いやね、でもそうだよね。世代違うはずなんですけどね。日笠1歳の時だよラピュタあれひょっとして年齢詐称太鼓さんですかこういうことだよね。詐称太鼓っていうのも俺の世代に流行ったドラマの主人公の名前だから知らない。詐称太鼓ごめん。いや多分再放送とかで、多分めっちゃ見たんですよね。勤労とかで多分それで多分トトロラピュタ。でもナウシカは、あれが怖かったんですよ。これオウムとかね、オウムがめっちゃ怖くて、虫怖いし、あとなんか怖いし円形集合体苦手なんで、集合体ダメなんですよ。いる。俺の知り合いの女性でもいるわ。だからもうナウシカは逆に見れなくて、あれじゃあドット柄とかもちょっときつかったりする？いやドットは大丈夫なんですよ。なんかね虫感がダメで、蜂の巣とか無理。蜂の巣きついねあれね。とかダメで。断面ね。そうですそうですそうです。しかも蜂の幼虫とか出ちゃった時にはちょっとうにょうにょしちゃったりしてね。ダメです本当に。だからもののけとかの方が意外と私中学生かな。もののけは12歳君小6あれね、気象さん年代強いから僕あとねジブリ好きすぎて、バスタードの作品ラジオでジブリの話。バスタードはねトトロと同い年だから88年組だからためなのよ。トトロとバスタードためなの。こんだけ作が違うの真逆もう本当右と左ぐらい違うから本当にそうトトロとバスタードね。そうですね。世代はでもそうなりますね。確かにちょうどでも中間ぐらいなのかな。だから日笠世代っていうと若手にも下はなんていうの、あまりこう崇められすぎないっていうか、俺らぐらいになるともう20代ぐらいの若い衆がさ、恐れ多くてみたいな空気出してくれちゃって、もっと俺フランクに行きたいのにみたいなのあるけど、
人によるかもしれないけど、でも日傘ぐらいだとさ、上もちゃんと先輩いらっしゃるし、はいで下からもまだ全然下はもうフランクにめっちゃいけるフランクすぎてておいってまあそれおいって本人のキャラクターもあるかもしれないけど本当に世代で言うとね、いい世代だなと思うけうんど、あんまりそういう世代間のギャップってないですか？ただやっぱわかんないものは多いですね。ああ、なんか TikTok とかわかんないよね、よくなるいな。やなんか YouTube でもやっぱ短いなって思ってたんですよ。10分15分がなんか普通じゃないですか今。それよりももっと短いもの、ショートとかなんかどんどん短くなってて、もうじゃあ次はもう1秒とかになっちゃうんじゃって思っちゃいますよね。で多分また時代が巡って長いの来ますよ、きっと。長いコンテンツ来ますよ。ファッションでも80年代とかがリバイバルで今来てるらしいじゃん。ルーズソックス流行ってるらしいですよ。あ、ルーズはあれ普遍的に好きだけどね、俺ね。あれ出た時ルーズ好きそう。俺のでも気象さん1学年違ったのよ。ルーズ俺94年卒なんだけど、高校そっから流行りだしたんだよね。そうなん俺がだ。東京来て19歳で代々木アニメーション学院を首席で卒業したんだけどねえよそんなのあるんだ。ねえよ首席ないでしょ。弱に入った時の俺のだから1個下だよねの高校生たちでルーズソックスが流行った94年からだったと記憶してんだけど、逆にルーズソックスの前って何ですか？いや普通だったような気がする。何？紺ソ？紺でも紺とかまあなんか白かった白ソ？なんでもなかった気がする。うんルーズソックスになんかフィーチャーされないフォーカスが当たってなかった気がするけどね。そうなんですね。なんかスカートの長さは短いとかはあった。超短いやついたよスカートヤンキー側の女子で。逆に長いじゃないんですね。長いのもいたけど、ロンスカ長いのは俺らのさらに上の世代だね。スケバンみたいな感じは。俺らの世代はもう短いのいたよ。短ければ短い。私たちの世代ももう短ければ短いほどよくて、そうだよね。で今ちょっとやっぱ長くなってますもんね。ああ、そっかそっか。靴下が短くなったりしたんで。なんか昔の方がセクシャルだったよね JK って。どっちかっていうとほら多分そうですねなんかいわゆるさ、なんかブルセラみたいな言葉が流行って女子高生ってすげえ色っぽいっていうか結構性の対象だと今さ、まあそういう子もいるんだろうけどメディアが抑えてるのかもしれないけど、なんかこうもうちょっと潔白な感じになってない？なんか JK のイメージがバキバキのメイクだったんですよ、私たちの世代の時って、だから女子高生が化粧をする時代そうそうだったんですよね。だまあそういう色気みたいなものをなんか身につけていく。今はなんかこうナチュラルメイクが流行ってるんですよ。そうだよね。ナチュラルメイクにするとやっぱ服装も多分そっちに合っていく。恋愛がドロッとしてないのかな。なんかカラッとしてる。さらっとしてる気がしますね。今は今になんか時代の学生に生まれ変わりたいなとか思ったりするけどね。やってみたいですよね。ね。どういう感じなんだろう。俺小4からもっぺんやってみたい。気象さんの小4やばくないですか？いやなんでやばくはないよ。今の気象さんがシュルルルって小4の体に入ったらやばい。このマインドのままね。マインドのまま入ったらやばい。いいね。方法論とかね。やばい。お酒飲めないんだよな。多分お酒飲めないですね。まあ酒飲む妄想はね。醤油妄想は広がりばかりですけれどもね。はい、続いての普通歌いきましょうか。ラジオネームなほさん。私はバスタードの存在をアニメ化の発表から知り、最初の特番を視聴して自分の年齢的に見れるのか不安になり少し離れていたのですが、やっぱり気象さんの主演作品は見たいと思い、自分を守るために成人してからアニメを見ることに決めて楽しみにしています。ほら気象さんファン10代結構いいのよ僕。そこでお二人にアニメのおすすめシーンを聞きたいです。原作は10巻まで読んでいて、ネイちゃんとダーシの絡みが好きで、原作は読んでるね。原作は読んでる今回ゲストに日笠さんが来ると聞いて質問しました。何話のこことか詳しく教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。だから女子目線での、多分これなほさんだから女性でしょ。で10代でしょ、おそらくね、成人すればっていうことだから、女性目線の日笠的キュンポイント。キュンポイントか。キュンなのか。私結構そのバスタードを1話からこうやってバーって見た時に、なんかギャグばっかり結構目いっちゃってました。逆に自分がネイを演じてたからこそなのかもなんですけど、なんか私のアニメを見た目も柔道って書いてますね。9は柔道、10は柔道、なんか多分柔道じゃなくて柔道じゃないですか。柔道なんだ。大好きなあなたダイヤモン様が柔道ってやってたじゃん。小安さんの芝居がねっちょりすぎて柔道って聞こえてた、お前それ小安さんの滑舌をディスってるやないか。すいません、申し訳ないです。小安さん、この女嘘ついてました。
全然リスペクトしてません小安さん。もう小安さんが言ってたセリフ全部書き出してますもん。柔道柔道だと思ってましただから。柔道はあれですよダブルゼータですよそれこそ柔道アーシタで、それこそあれですよ、八尾さんが初代ダークシュナイダーの方がやられてたのが柔道ですよ確か。でも8話9話ですよね。8話9話俺もやっぱ大好きです。出てないんですけどね、ネイは。小安さんに引っ張られて俺も面白い芝居できたと思う。そのあたりですかね。あと私静香さんのことが大好きなんで、中の人話ですけど、だから静香さんが海班を演じるのにどうやって演じるんだ、私静香さんのお芝居力がすごい尊敬してて、海班とはあんまり絡めなかったんで、実際にこうアフレコにいなかったんで、アニメを見て静香さんは海班をこう演じているなっていうのを見てたんで、海班面白いですよね。最初男の子として出てきて、基本的にはそうなんだよね。基本的になんかバスタードに出てくる女性キャラってツンデレ。そうですね、今で言うツンデレですよね。当時はそういうことがなかったけどね、萩原先生がツンデレの概念みたいなのを女性キャラで書き始めた。全員そうですね。ねえ言ってみるとそうでしょう。あとで結局こうダーシュとかに出れちゃうっていうか心許しちゃうみたいな。そうなんですよねああいうね、私は意外だったのがその陽子さんがなんか結構焼き餅を焼いているような描写があるなって思ってたんですけど、なんかディレクションでなんかそう好きじゃない方に演じてって言われてて、意外と思って、私がもし陽子を演じてたとしても多分このちょっとジェラシーの方に演じるなと思ってたんで。わかりますわ。それはそうじゃない風にやっぱ聞こえたいって、陽子はちょっと違うとこに置きたいっていうのがひょっとしたら演出としてあるのかも。そうですね。最後までダーシュになびききらないっていうのはだから理由付けとして説得力になるのかな。ダーシュが陽子さん陽子さんって言ってる、陽子さんがなびいちゃうとっていうとこのレジスがあるのかもなっていう、こっち側のすみません話ですけどね。でも面白いですよねそれが。なんかそこをなんかしっかり芯で監督と音響監督さんが持ってらっしゃるから、なんかこれはなんか安心してこうそうですね、委ねられるなと思いますね。なるほどというようなところでございまして、まあ奈穂さんね成人になって改めて大丈夫だと思うけどね。そうだよ、もう大人になっちゃいないよ、一足先にね。悪い大人がいざなっとる。はい、じゃあ次の企画いきますよ。はい、助けてダークシュナイダー、どういうトーンでやればいいのか全然分かんないリスナーが思わずダークシュナイダーに助けを求めなくなった出来事や相談事を送ってもらい知った激励してあげようというコーナー、最後にはバムドで吹き飛ばしちゃいます。メール届いてます、ラジオネーム GR リルさん。今ご飯を食べようとしてるんだけどソーセージとかホットドッグにかけるソースの名前をど忘れしちゃったんだ。マスタード？バスタード？どっちかわからない。助けてダークシュナイダー、どっちをかければいいの？なんすかこれ。来ましたねもう早速なんというかネタメールというか、なんすかこっちが意外と困るやつですねがっぷり乗っかった方がいいんだろうなそうだねなんつって。これはじゃあダークシュナイダーで岸尾さんがダッシュになって、お答えしてくださるっていうことですか？そういうことですね。ちなみにどうですか、ひかさんさんはマスタードは日々使ったりします？何の質問？ちょっと食事の時に。いやまあそうっすねソースだけにソースだけにソースだけにですか？そんな親父ギャグ言ってないもんそうですね、マスタード。いや一応なんかこのまま行くのも何かなと思ってちょっとでもプチでも広げられればなと思いまして。そうですよね。なんか、若かりし頃は結構、ソーセージとかも食べて、ちょっと待って。いや何も言ってないよ。ソーセージを食べるであなたが急に言いよどんだだけじゃないか。ホットドッグには入れますね、マスタードね。ホットドッグの中身って何でしたっけ？あれソーセージ。ソーセージねよくないなこれ、よくないね。最近はやっぱ30代超えてからは、加工製品はあんまりただね、加工肉はやっぱオーガニックな生の肉の方、生の肉じゃないと加工されてない生の肉、ナチュラルな肉でも生来の本当
気象さんってダッシュですね。そんなことねえよ。そんなことないよ。ただの陰キャだよ俺。もうずーっともうほとんど休みはもう自宅で。さあ陰キャですね確かに。陰キャか俺。陰キャっすね。分かったよ。じゃあじゃあお願いしますダッシュ。ソーセージとかホットドッグにかけるソースを忘れた？そのくらいの価値しか見出してねえやつにソースをかける必要はない！何もかけずに食べて素材の味を堪能しやがれ！ジャムズ！うわー一応キャラでやるときは本気でやりますよってこれは存在価値はないんだ素材の味。素材の味だってね。だからそう何もかけずに何を言ってんのよひかささんは。素材の味をねそのまま生のまま。素材の味が一番美味しいですから。ああ例えばどういうものが？食べ物全般ね。そうですね。何もつけずに何もつけずにそのまま食べるんですか？このコーナー多分ねやめた方がいいよ。いやなんでだよやるよ。次回以降ひかささん以外でもやるよ。もう一つ杉田さんとやってほしい。杉田さんか想像つかないな。ラジオネームののちゃん。ありがと私うございますは今年の春から高校生になりました、新しい生活に戸惑いながらも楽しくやっています。そしてもうすぐ文化祭があります。いいね。初めての学校行事でとてもワクワクしているのですが、ここで問題が発生しました、それはクラスの男子たちが文化祭の準備を手伝わないことです。手伝わないどころか男子作業している横で爆音で音楽を流したり走り回ったりと邪魔をしてきます私はクラスの CM の、シナリオ作成や編集で忙しいのに本当に腹が立ちます。ダークシュナイダーどうかこの男子たちにダムドを食らわせてください。よろしくお願いします。やばいののちゃんマジ可愛いわ、うんののちゃんちょっとほんと萌えキャラっすわ。男子としては分かる。俺もどっちかというとこっちそんな感じですよね、まあキャッキャキャッキャやっぱ文化祭前日までが楽しいっていうのはほらうるせえやつらのビューティフルドリーマーでも描かれてましたけどもね、もうすごくやっぱそうなんだ。当日が来ちゃうともう終わっちゃうだけなんでっていう。だから男子ははしゃいじゃうし夜もね泊まりに近いぐらいでねみんなで暮らす一致団結してる風で俺は作業やんなかったりとかってあるよね。でそれも含めてなんか青春だなとは思ったりもするけど、大人になるとこれを見てるとののちゃんそれ青春なんだよ男子やめてよそうです込みでそう青春なんですけどののちゃんの、この私が学生時代にシュルって戻るとムカつくなって思います多分。うるせえよゲルよおめえやってるよゲルよみたいな男子はほんとムカつくんだけどほんとムカつくんだけどあいつらって誰かいい加減にして誰か抱きしめに行ってやれや男子みたいなゲル抱きしめるから黙っからみたいな待っていじられてるひかさんいじられてる谷山くんにいじられてます谷山くんがいじってきます。谷山くんが先生谷山くんが俺先生に言ったら負けだかんね。お前負けだいいんだなそれで。谷山くんがセクハラしてきます。セクハラしてないですセクハラじゃないです。もうこれ帰りの回ですね。帰りの回帰りの回ですはい、まあねじゃダムと食らわしてやってくださいよ。そうですね、これも含めてということで学園祭の準備とか一見めんどくさそうに思えるけどな、数年後に今のその一瞬一瞬の出来事がエモいと感じるようになるんだよ。いいか男ども、青春を謳歌しやがれ！ジャムド！この文書いてくれてる人も結構おっさんですね。でも正しい思うんですよね。この4行正しいよ。本当にそうよ。男どもね、そういや悔いなくね。そうね、悔いなくしっかりやながらも手伝うというねもういいですし、もう手伝ってくれない男子ちょっとっていうのも後々ね、そういいな。第2ボタンが桜色に染まる頃ね思い出すんですよ。過ぎ去ろうとしている今をね僕らを追い越してもね、振り返るその時忘れ物に気づくんだよ。岸田さんもう本当に過去に戻りたがりすぎですからちょっとなんか今の岸尾さんも素敵ですよ。過去に戻らなくてもいいですよ。いや俺毎週月曜日過去振り返ってるから多分ね毎月なんで毎月水ぐらいなんででもう振り返ってるね。週2であの頃週2で振り返ってるねやばいっすよ。そうですね、はい。今もいい、もう岸尾さん未来本当いっぱいあり
ますから。本当本当にそんなこと言ってくれる、はい俺の未来は明るいかな。明るいです本当俺間違ってないかな。楽しいです何を不安になってるんですかなんで後輩に聞くのはい、ダークシュナイダーにダムドしてほしいエピソードお待ちしています。以上、助けてダークシュナイダーでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。ここでお知らせです。まずは配信情報。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第13話が好評配信中。第14話から第24話は9月15日より全世界配信予定です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中。ジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックでも話単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテイメントよりダークシュナイダー、ネイ、ヨーコほかフィギュアの発売が決定。詳細はメディコスエンターテイメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。原作原画展の情報です。渋谷で開催した原作原画展バスタードエキシビジョンが大阪でも開催中です。タワーレコードアベノフープ店スペースアベノで会期は9月11日日曜日まで。グッズも多数ご用意しております。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。 Feeding of the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメへの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってくださいね。さて2回にわたってご出演いただきましたひかさん、ありがとうございます。ありがとうございました。いや楽しかったです。めちゃめちゃ楽しかったんですけど、半分以上下ネタダムドがいっぱい入ってると思う。いや本当ダムで入って放送できるレベルならいいですけど、本当に丸々カットされてんじゃないかって心配。大丈夫だよ。ごめんなさいね本当。いやもうひかさんのカラーがふんだんに出た2回だったとや思います。だなんでよ。やだなんで素晴らしいじゃないですか。得難いですよ。得難い人材ですよ。本当でも、なんかもっとえぐいの出せるんですけど、うん。自重しました。別の機会にね。別の機会に放送がない時にやりましょう。ですね。あ、そうだよ。今度飲みに誘ってね。行きましょう。うん、一回屋上のあれも屋上のビアガーデンもそうだし行きますか。一回そうねランチお誘いいただいたんだけど、すれそうなんです違っちゃって俺はものすごい遠いとこまで行っちゃってさ。そうなんですよ。早い自転車でそうチャリでその今どこどこまで来ちゃったみたいなバスタード終わりでね。ガラ役の安本さんはそう。来てくださって、で2人でねお茶しました帰ってんなと。いいな羨ましい。今度行きましょう。行きましょう行きましょう行きましょう。僕ね人から誘われないと自分から誘うの結構苦手だったりするから。そうなんですね。断られたらどうしようって思ってた。実はねものすごくそう神経細いんですよ僕。めっちゃすごいちょっともうそうバレてるかもしれないけど。はいバレてますねそうだよ。僕相当神経い。細いよね。そうです。そう繊細っていうと気候が良すぎるけどそう神経細いの本当にこう見えてダメなんですよ。私結構意外とそういうとこずぶとくて、いいよね。断られてもあですねーみたいな強そうだもんな。はーいみたいな感じなんでお誘いします。ぜひゴツゴツ。これ待って2本目じゃないよねこの薄いの。2本目じゃないよねこのうねりを放つ。ダメだ言っちゃったよ。まだある。ダムドゲがあるよ。ダムドゲこれ違うか。いやそれこっちだとしたらそれがもしダメだそしたらダムドゲね気象さんですよ。俺じゃね俺だどんだ絶け対気象さんだ。どんだけ俺股間が幼いんだよ。痛いけな股間の持ち主。もういいよそれは。はい本当にまたねまたっていうかあれですけどもじゃあ本当にでもまた呼んでもらいたいです。なんか本当長く続くんですか、このラいやジオは。どうなんでしょうね。そんなことはないと思いますね。2回目もお待ちしこております。の感じだと長くはないと思います。ちょっとやめてよ。まあ何年も続くような番組にはならないと思いますけれども、でもまた機会があれば、ぜひぜひそうですねお願いというよします。うなことでございます。ありがとうございました。はい。それではまた次回。お相手はダークシュナイダー役谷山紀章と
アーシスネイ役日笠陽子でした。バイバイ。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りした。dreaming of love.